変なことをお尋ねするようですが、あなたと私とは小学校の同級生ですから、同じ年の37、いやもう2、3週間すると昭和21年になって38。ところでどうです？この年になっても、やはり色気はあるでしょう。いや、冗談ではなく、私はいつか誰かに聞いてみたいと思っていたことなのです。まさか私はこの通り頭がはげて、子供が4人もあって、手の皮なんかもこんなに熱くなって、ひびだらけでささくれだって、こんな手で女のやわい着物などに触ったら、手の皮が引っかかっていけないでしょう。このような手いたらくで、愛だの恋だのを囁く勇気はさすがにありませんが、しかし、色気というのは案外なもので、ちょっと綺麗な女と二人きりで、よもやまの話などをしているうちに、何か妙な気がしてくることがあるのです。あなたはどうでしょう？いや、私は普通よりも少し色気が強いのかもしれません。実は、私はこんな薄汚い親父になり下がっていながら、大抵の女と平気で話ができないたちなんです。まさか私はその話し相手の女に惚れるの惚れられるの、そんなバカなことは考えませんが、どうもなんだか心にこだわりが出てくるのです。窮屈なんです。どうしても男同士で話し合うようにさっぱりとは参りません。自分の胸の中のどこかにもやもやと濁っているものがあるような気がしていけません。あれはやはり私の色気のせいだと思うのですが、どんなものでしょうか。しかしまた私にそんなこだわりを全然感じさせない女の人もたまにはあるのです。80歳のババアとか5歳の娘とか、それは問題になりませんが、女盛りの年頃で、しかもなかなかの美人でありながら、ちっとも私に窮屈な思いをさせず、私もからりとした非常に楽な気持ちで滞座していることができる。そんな女の人もたまにはあるのです。あれは一体どういうものでしょう。私はこの頃はまた何が何やらわからなくなってしまいましたが、以前はまあこんな具合に考えていたのです。私に窮屈な思いをさせないというのは、つまり私にみじんも色気を感じさせないということなのだから、きっとその女の人の精神が気高いのだろう。話をしてこだわりを感じさせる女には、まさか好くの好かれるのというはっきりした気持ちなどはないでしょうが、自身でも気のつかない、あてもないぼんやりしたお色気があって、それが話し相手に絡まって、変に相手を窮屈にさせてしまうのではないだろうか、とまあ、そんな風に考えていたのでした。要するに私は、話をして落ち着かない気持ちを起こさせる女は、みだら、とは言えないまでも、多少のお色気のある女として感服せず、そうして平気で話し合える女を心の正しい人として尊敬していました。ところで、その警護の嫁は他の人にはどうかわかりませんが、私にはこれまで一度も全く少しのこだわりも感じさせない女だったのです。今はもう地主も小作人もあったものではありませんが、もともとこの嫁は私の家の代々の小作人の娘で、小さい頃からちょっと思案深そうな顔つきをしていました。百姓には珍しく体つきがほっそりして色が白く、大人になったら顔がちょっとしゃくれてきて、悪く言えば般若面に似たところもありましたが、しかし、なかなかの美人という町の評判で、口数も少なく、よく働き、それに何よりも、私に全然例のこだわりを感じさせぬところが気に入って、私は親戚の警護にもらってやったのでした。どんなに親しい間柄とは言っても、私とその嫁とは他人なのだし、私だってまだヨボヨボの老人というわけではなし、まして相手は若い美人で、しかも亭主が出征中に夜遅くのこのこ訪ねて行って、そうして二人きりで炉端で話をするというのは、普通ならばあまり穏やかなことでもないのでしょうが、しかし私は
あの嫁に対してだけは、ちっとも後ろめたいものを感ぜず、そうしてそれはその女の人格が高潔なせいであるとばかり返していたのですから、一向に平気で悠々と話し込みました。実はの、今日はお前に大事なお願いがあって来たのだ。はあ。と言って、嫁は縫い物の手を休め、ぼんやり私の顔を見守ります。いや、針仕事をしながらでいい。落ち着いて聞いてくれ。これはお国のためというよりはこの町のため。いや、お前たち一家のためにぜひとも聞き入れてくれろ。第一には圭吾自身のため、またお前のため、またババちゃんのため、それからお前たちの祖先、子孫のため。何としても今度の俺の願い一つだけは聞き入れてくれねばいけねえ。なんだベネス。嫁は針仕事を続けながら小声で言いました。別に心配そうな顔もしていません。驚いてはいけねえ。とは言っても、いや、誰だって驚くに違いないが、実はな、先ほど警察の署長さんが俺の家へおいでになって、と私は駆け引きも小細工も何もせず、署長から言われたことをそのまま伝えて、のう、圭吾も心得違いしたものだが、しかしどんな人でも一度は間が差すというか、間がつくというか、妙な間違いを起こしたがるものだ。これははしかのようなもので、人間の持って生まれた心の毒を一度は外へ吹き出さなければならねえものらしい。だから、起こした間違いは仕方のねえこととして、その間違いをそれ以上に大きな騒ぎにしないように努めるのが、お前や俺の真心というものではないか。署長さんも決して悪いようにしないとは言っている。あれは人を騙したりなどしない人だ。この町の名誉のため、ここ2、3日中に圭吾が見つかりさえすれば、なんとかうまく全然お上のお叱りのないように取り計らうと言っている。署長も俺も黙っている。この町の誰にも絶対に言わぬ。どうか頼む。圭吾はきっとお前のところへ帰ってくる。帰ってきたら、もう何も考えることはいらない。すぐに俺のところへ知らせに来てくれ。それが第一に圭吾のため、お前のため、ババちゃんのため、祖先、子孫のためだ。嫁は顔色も変えず、縫い物を続けながら黙って聞いていましたが、その時、肩で深く息をついて、なんぼ、バカだの。と言って、左手の甲で涙を拭きました。お前も辛いところだ。それは重々察している。しかし、今日本ではお前よりも何倍も辛い思いをしている人が数限りなくあるのだから、お前もここはこらえてくれろ。必ず、圭吾が帰ってきたら、俺のところに知らせてくれ。頼む。俺は今までお前たちに物を頼んだことは一度もなかったが、今度だけは、この通り。俺は手をついてお前にお願いする。私はお辞儀をしました。吹雪の音に混じって、馬小屋の方から小さい咳払いが聞こえました。私は顔を上げて、今、お前は咳をしたか？いいえ。嫁は私の顔を怪げそうに見て静かに答えます。それでは、今の席は誰のだ？お前には聞こえなかったか？さあ、別に何にも。と言って薄ら笑いをしました。私はその時、なぜだか、全身鳥肌立つほどゾッとしました。来てるんでないか？おい、お前、騙してはダメだ。あの馬小屋にいるんでないか？私の慌てて騒ぐ様子がよっぽど滑稽なものだったと見えて、嫁は膝の上の縫い物を脇にのけ、顔を膝に押し付けるようにして、
うふふふふ、と、笑いむせんでしまいました。しばらくして顔を上げ、笑いをこらえているように下唇を噛んで、ぽっと湯上がりくらいに赤らんでいる顔を仰向けて、乱れた髪をかき上げ、それから急に真面目になって、私の方にまっすぐに向き直り、安心して消せ。私もバカでごいせん。来たら来たと必ずあなたのところさ知らせに行きます。その時はどうかよろしくお願いします。おお、そうか。と私は苦笑して、さっきの咳払いは俺の空耳であったべな。こうなるとどうも男よりも女子の方がしっかりしている。それではどうかよろしく頼むよ。はあ、承知しました。頼もしげにうなずきます。私はほっとして、それでは帰ろうかと腰を浮かしかけた途端に、馬小屋の方で、バカ！命を粗末にするな！と明らかに所長の声です。続いて恐ろしく大きい物音が。名誉職はそこまで語って、それから火鉢の火を火箸でいじくりながらしばらく黙っていた。で、どうしたのです？と私は催促した。いたのですか？いるもいないも。と言って、彼は火箸をぐさっと肺に深く突き刺し、2日も前から来ていたんですよ。ひどいじゃありませんか。2日も前に帰ってきて、そうして嫁と相談して、馬小屋の屋根裏の、この辺ではマギと言っていますが、まあ、干し草や何かを入れておくところですな。そこへ隠れていたのです。もちろん、嫁の入れ知恵です。母は盲目だし、いい加減に騙して、そうしてこっそり馬小屋のマギに警護を隠し、3度の食事をそこへ運んでいたのだそうですよ。後で警護がそう言っていました。何？あの嫁なんか一言も何も言いません。今もって知らんぷりです。あの晩に私が行って嫁にあれほど腹の底を打ち割った話をして、そうして男一匹手をついてお願いしたのに、まああの落ち着き払った顔。かえって馬小屋の間木で聞いていた警護の方で、申し訳なくなって、あなた、馬小屋の梁に縄をかけ、首をくくって死のうとしたのです。所長は私と別れてからも商売柄、その辺をうろついて見張っていたのでしょう。馬小屋で確かに人の気配がするので、土間からそっと覗いてみると、警護がぶらりです。そこでもって、バカ！命を粗末にするな！と叫び、引きずり下ろしたところへ、私たちが駆けつけたというわけでしたが、その所長のバカ！という声とともに、私たちは立ち上がり、思わず顔を見合わせ、その時の嫁のまるでもう余裕なさそうに首をかしげて、馬小屋の物音に耳を澄ました格好は、いやもう、ほとんど真のごとくでした。恐ろしいものです。そうして私たちは馬小屋へ駆けつけ、警護は所長に捕らえられて、もう嫁の真っ赤な嘘が完全にバレているのに、嫁は私の後ろから警護の方を覗いてみて、いつ戻ったのだべ？と小声で言い、私は後で警護から2日前にすでに帰っていたということを聞かなかったら、この嫁が警護の帰宅をその時まで全く知らなかったのだと永遠に信じていたでしょう。きっとそうです。嫁はもうそれっきり何も言わず、時々薄ら笑いさえ顔に浮かべ、何を考えているのやら、何と思っているのやら、まるでもうわかりません。色気を感じさせないところが偉いと私は尊敬をしていたのですが、やっぱりちょっと男に色気を起こさせるくらいの女の方が善良で正直なのかもしれません。何が何やら、もう私は女の言うことは点で信用しないことにしました。
圭吾はすぐに所長の証明書を持って青森に出かけ、何事もなく勤務して、終戦になってすぐ帰宅し、今はまた夫婦仲良さそうに暮らしていますが、私はあの嫁には呆れてしまいましたから、めったに圭吾の家へは参りません。よくしかし、あんなにシャーシャーと落ち着いて嘘をつけたものです。女があんなに平気で嘘をつく間は、日本はダメだと思いますが、どうでしょうか。それは、女は日本ばかりでなく、世界中どこでも同じことでしょう。しかし、と、私はすこぶる軽薄な感想を口走った。そのお嫁さんは、あなたに惚れてやしませんか。名誉職は笑わずに首をかしげた。それから真面目にこう答えた。そんなことはありません。とはっきり否定し、そうしていよいよ真面目に、私は過去の15年間の東京生活でこんな正直な響きを持った言葉を聞いたことがなかった。小さいため息さえ漏らして、しかし、うちの女房とあの嫁とは仲が悪かったです。私は微笑した。